この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは。ついに多くのリクエストにお答えして帰ってきました。プロ絵師だったら1ミリも知らない原神のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説4ということで今回もやっちゃいます。大人気オンライン RPG 原神のキャラをリスナーさんから送られてきたいくつかのヒントだけをもとにデザインを当てていくこの企画。原神のキャラを知っている人はもちろんのこと、このゲームのキャラ知らないよっていう人もですね、僕がどのように考えてなぜそのようなデザインにしていったのか、僕の頭の中をそのままお伝えしながら描いていきたいと思います。なので元々のデザイン知らないよっていう人もですね、プロってそういうこと考えながらデザインを決めていくんだっていうことを知っていただけると思いますし、僕と一緒に答え合わせの時のドキドキハラハラ感を楽しんでいただけると思います。また今回もですね、3人キャラクターデザインをしていくんですが、3人目は言葉のヒントなし、そのキャラの声のみでキャラデザを当てていくっていう無謀なチャレンジをしていきたいと思います。こちらもぜひ楽しみにしていてくださいね。それでは早速行ってみましょう。最初の1人目はこのキャラです。さて、最初のキャラクターは、関羽というキャラクターです。いただいた特徴はこちらですね。リーウェ七星の下で働く秘書。頭から千獣が生えている氷元素の弓使い。ココナッツ羊。ということですね。なるほどわからん。いや、まずね、男か女かわかんないんだよな。いや、でもね、一応ヒントがあって、まず名前ね。名前に甘いっていう漢字が入っていることと、あと秘書ってありますね。ここから導き出される答えは、女性と見せかけて、これね、100% 男性ですね。いや、さすがに僕も騙されませんよ。これね、罠ですよ、罠。いや、多分ね、一昔前だったら、秘書って聞いて女性を連想しがちだったじゃないですか。でもね、今や性別によって職業が規定されることはないですから、秘書って聞いて女性をパッと連想しちゃうっていうのは古い人間の発想なんですよ。それで言うと、カウンさんは、ちょっとこう、甘い感じのする、優しい感じの男性キャラですね。一発目からこれ推理が冴え渡ってるんじゃないですか？ただね、あくまで優しい感じの男性秘書なんで、あまり筋肉質ではなく、細身で中性的な印象のキャラだと予想しますね。こんな感じかな。あとね、気になるキーワードとしては、ココナッツ羊っていうのが気になりますね。ココナッツ。好きな食べ物だろうか。それとも匂いがココナッツみたいにいい匂いだとか。いや、それは置いといて、多分ね、キャラクターの印象が羊をイメージしているキャラクターなんだと思います。で、頭から千獣が生えている。獣っていうことだから、獣の角とかだと思うので、おそらくこれは羊みたいな髪型をしていて、羊の角を持った感じのキャラクターでしょう。僕の頭の中で男性キャラで羊っぽいシルエットのキャラクターっていうと、ちょっとこれ、キャラクター性が違いすぎるので何とも言えないんですけど、東京リベンジャーズの川田宗也くんじゃないでしょうか。宗也くんだとね、さすがに顔がブチ切れすぎていますから、あえて言うなら、カウンくんは氷タイプの優しい川田宗也くんでしょうね。てか、なんか見たことある感じになってきてません？これはいい線いってる感じがしますね。いや、なんか、こういうキャラ見たことある気がするもんね。あとね、ポイントなのは、やっぱり、リーウェ七星の下で働く秘書っていう部分。ここはね、多分大事なところで、デザインに落とし込むべきところです。っていうのもね、秘書の最も大事な業務って何か考えればわかると思います。それは何と言っても、スケジュール管理でしょう。7人の重役のタスクを完璧に把握して、それを管理している凄腕秘書なわけですから、時間を司る能力の持ち主でしょう。それもあってね、腰に大きな時計をイメージしたアクセサリーをしている可能性はあるでしょうね。手に携えている分厚いスケジュール帳には、リーウェ七星の1年間の予定がびっしりと記載されているので、付箋もたくさん貼られています。そんなカウン君もね、かなり激務でしょうけど、嫌な顔一つせずに、優しい笑顔でココナッツのような甘い香りを振りまきながら、毎日業務を淡々とこなすその姿は、まさにココナッツ羊の異名にふさわしいのではないでしょうか。
いい感じじゃないですか？あ、それと、氷元素の弓使いっていうことなので、忘れずに弓を描いていきましょう。背中に背負っている感じでしょうかね。矢はおそらく、手から氷の矢を生成するようなタイプだと予想します。あと、全身のシルエット的に見て、揺れ物が欲しいところなので、髪の毛の後ろだけちょっと伸ばして、横から見た時にふわふわ髪の毛が揺れる感じにしたいですね。ここはね、アクションゲームなので、こういった揺れ物要素はとても大事ですからね。あとは、やっぱり羊っていうことなので、羊の記号として、カウベル。首にぶら下げている鐘のことですね。これをつけている可能性は高いんじゃないかと思います。キャラクターってね、胸元だけトリミングして、会話シーンとかで使う場合も多いので、顔周りに要素をギュギュッと詰め込むのは大事な考え方ですね。最後に、氷属性でありつつも、攻撃的ではなく、軽やかな身のこなしを象徴するように、氷の蝶をイメージしたエフェクトを追加していったら、はい、斉藤直樹予想、原神の関羽くんはこんな感じです。いや、最初だから結構ドキドキしたんですけど、これは結構自信あるよ。っていうか、これ以外考えられます？これ来たでしょ。いやー、これ、皆さん当てられて結構悔しがってるんじゃないですか？さあ、じゃあ正解を見ていきましょう。正解の関羽くんはこんな感じです。ドンはい。あ、なるほど。なるほどね。もうね、最初から間違ってましたね。男じゃないんですね、関羽ちゃんは。女性と見せかけて、100% 男性ですね。はい。これはね、もう素直に負けを認めましょう。もう関羽くんとか言ってすいませんでしたっていうか、関羽ちゃん、めちゃめちゃ可愛いですね、この人。羊の角って、こういうね、くるくるもありますけど、確かにね、こういう風に後ろに行っている角ありますもんね。この発想なかったな。シルエットもね、スッキリしていて可愛くなるし、いや、めちゃめちゃ秀逸なデザインですね。あ、でもね、これは当たってましたね、このカウベル。でもね、大きさがここまで大きいとは思いませんでした。このぐらいのボリュームをつけることでインパクトが出ますから、いやー、これは素晴らしいですね。あとね、やっぱり何にしても顔が可愛い。こんなね、優しそうな表情で見つめられたら、ちょっとね、僕、ドキドキしちゃいそうです。もうね、ぜひ、関羽ちゃんにスケジュール管理してほしいです。はい。じゃあね、気を取り直して、次、行ってみましょう。次は、ナヒーダちゃんですね。これですね、途中まで1回書いたのに録画忘れちゃってて、もう1回実はね、書き直してます。おっちょこちょい。はい。ヒントはこちらですね。草元素を操る知恵の神、白髪のサイドテールで緑色のメッシュが入っている。約500歳のロリー。はい、今回は間違いなくね、女の子のキャラクターですね。はい、そして、約500歳の女子ってことで、ロリババア来たー！はい。これはね、パッと見の見た目が子供なんだけど、見た目年齢に反して500歳とか1000歳とか、実際にはお年をお召しになられたキャラクターに対して敬意を込めてね、男キャラはショタジジイ、女キャラはロリババア、なんて言ったりします。いやー、この枠はね、もう間違いなく人気キャラ枠なので、かなり気合の入ったデザインではないでしょうか。多分ね、幼いキャラであることと、あとは神様であらせられることを考え合わせますと、おそらく全体的にはゴテゴテしすぎないような白基調のワンピースドレスをお召しになられているんだと想像しますね。いや、なんかちょっと神様相手なので心なしか言葉遣いが丁寧になっちゃいますね。さあ、ここから色を塗っていきますね。ナヒーダちゃん。いや、神様だからナヒーダ様って読んだ方がいいかな。ナヒーダ様は白髪の草タイプってことなので、はい。ピンときちゃいました。これね、きっとプリンセスコネクトのコッコロですね。ナヒーダ様はね、コッコロちゃんを多分ロリババアにした感じだと思うんですよ。きっと。具体的にどうするかってこれはですね、わかりやすく言うと、FF14 のララフェルっていう種族がいるんですよ。ちょっとね、ずんぐりした体型の種族なんですが、左手にララフェル、右手にコッコロちゃんをこう持って、これをね、ふーんって悪魔合体させるようなイメージですね。いやーもうね、ララフェルもコッコロちゃんもどっちも可愛いですからね、考えうる限り最強じゃないですか。全身は白を中心にして、神っぽい神秘性を高めつつ、それだけだと締まりがなくなってしまうので、やや濃いめの緑色をアクセントとして配色していきます。ただね、これだけだと白と濃いめの緑色のコントラスト差がつきすぎてしまうので、もう一色間にクッション役となるような鮮やかな黄緑色を挟んでいきましょう。この緑色がね、アソートカラーって言って、キャラクター全体の印象になるようなイメージを作り上げていきます。あとはね、知恵の神
神様ってことなので、多分杖とか持ってるんじゃないかと思いますね。そしてこれもきっと植物をモチーフにしたようなデザインではないかと思います。さあ、最後細部を整えていきます。サイドテールに緑色のメッシュが入っているということなので、白髪といっても少しだけ赤みを足して、緑色と補色関係にすることで、色と色同士のぶつかり合いを起こして華やかな印象にしてみました。でもちょっとこれは迷いどころですね。これだとピンク髪っていうことになっちゃうかな。もしかしたらもうちょっと黄色よりか紫よりかもしれませんが、可愛いのでこのままにしておきましょう。白いドレスに緑色のフリル。それだけだとちょっと髪っぽさが足りないので、金色の装飾などで要所要所飾っていきます。多分この金装飾は草属性ということを考えると、葉っぱとか花とか植物をモチーフにしたようなデザインだと思いますね。全体に陰影を入れつつ、細かい部分を整えていったら、はい、斉藤直樹予想。原神のナヒーダ様はこんな感じです。いやー、さっきのこともあるので、ちょっと自信ないんですが、どうでしょう。答え合わせしていきましょう。本物のナヒーダ様はこんな感じです。ドドン。おい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 おーい。ちょっと待って。めちゃめちゃ近くないか？これ来たでしょ、これ。白いワンピースドレスのシルエットと、あと、結構顔周りも近いような感じしますよね。でも、僕としたことが。いやー、耳。そうか。人間じゃないから、こういうね、エルフ的な感じの耳のシルエットしてるんですね。っていうか、自分でコッコロちゃんって言ってたじゃん。コッコロちゃんもね、エルフ耳なので、いやー、忘れてましたね。あとね、緑色って言っても全体的に落ち着いたような緑色の配色なので、なんかこう、幼いんだけど知的なニュアンスが含まれてるんですよね。このデザイン。いやー、そうか、そういうところで、知を表現するんですね。これはね、ちょっと考えつきませんでした。あとね、原神のキャラはここが上手いなっていう風に思うんですけど、全身のシルエットはシンプルなのに、ほら、見てここ。こういうね、ワンピースの白地の部分とかに、さりげなくかなり細かい装飾を施してて、これがあるおかげでね、シンプルなんだけど密度感をぐぐっと高めているんですよね。こういうね、細部にまで気の利いた処理を施しているのが素晴らしいですね。かっこいいし、かわいい。さあ、最後のキャラ行ってみましょうか。次は男性のキャラですね。最後のキャラはガイア・アルベリヒというキャラです。こちらは前回同様、ツイッターではヒントをもらわずに、声だけを頼りにデザインを当てていきたいと思います。もちろんね、声を検索しちゃうと、キャラクターの見た目も同時にヒットしてしまいますので、今回もイラストレーターの牛さんに声を送っていただきました。なんかもうこの企画、牛さんレギュラー化してますよね。牛さん、いつもありがとうございます。じゃあね、聞いていきますね。セピロス騎士団ガイア。お前に同行させてもらうぜ。騎士団のつまらないことよりも、お前の護衛の方がよっぽど面白そうだからな。随分と長いしたな。そろそろ体を動かさないと、カビが生えちまうぞ。どうした？寒いのか？よっ！ちょっと酒場に行かないか？おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？風邪ひくなよ。すまん。この瞬間、お前は永遠を手にする。お前って本当にせっかちだな。楽しみだな。面白いものを探しに行こう。はい。なるほど。いや、これはいけるんじゃないですかね。忘れないうちに早速やってみましょう。まずポイントになるのが、騎士団のつまらないことよりも、お前の護衛の方がよっぽど面白そうだからな。というこの一言。ここにね、情報がギュッと詰め込まれていることにお気づきでしょうか。今は主人公の護衛。だけど元騎士団なんですよね、ガイアさんは。つまり、かなり鍛え上げられた戦士なんだと思います。ただ、今は騎士団を離れて主人公の元にいる。これね、多分自分の意思ももちろんあるんですけど、なぜそうなったかっていうと、これは憶測なんですけど、そうせざるを得ない理由もあったんだと思うんですね。例えば、騎士団ではもう役に立たないと判断されて、半ばつまはじきにされるような怪我を負ってしまったとかね。そういうちょっと暗い過去がありつつ、お前のところにいた方が面白そうだから同行させてもらうぜっていうね。このね、ぜが大事です。ぜってね、あえてカッコつける時に使うんですよ。つまり裏を返せば、格好がつかない部分を隠すような表現なんですよね。なので、なんかそういうほの暗い過去、バックグラウンドを隠して、主人公には強がって見せるような感じ。これをね、僕は受けましたね。そこから導き出される答えはですね、いやー、ごめんなさい。僕ね、ガイアさん、分かっちゃいました。多分ね、これで間違いないと思います。ガイアさん、あなた、マッ
チョなブラックジャックでしょ。いやーもうね、過去がある凄腕の代名詞って言ったらこの人を置いて他にいませんから、多分ね、怪我したマッチョなブラックジャックだと思いますよ、僕は。あとね、僕がどうも気になったのが、ガイアさんの喋り方なんですよね。ちょっと酒場に行かないか。なんかね、喋り方がすごくゆっくりな感じがするんですよね。なおかつ、優しい感じ。この感じってね、ただの優しさだけではなくて、多分過去の激しい戦闘で、一回人生が終わっちゃって、その過酷な経験のおかげで全てを諦めたことがあるんじゃないかと思うんですよ。その諦めが、このゆっくりした喋り方とか、あとは優しさに繋がっているような感じがするんですよね。あとは酒場っていうキーワードも、なんかどことなくね、諦めを象徴してますよね。でね、僕は断言しちゃいますが、人生を一度諦めた過去があるキャラは、片目を隠しがちです。はい。これはね、もう断言しちゃいますが、ブラックジャックもそうでしょ？片目見えてないんですよ。このね、見えてない片目っていうのが、過酷な過去の暗喩だからです。なのでガイアさんもその辛かった過去、片目を隠して、その過去である騎士団とも決別して、主人公と共に歩むことで、今を生きようとしているんだと思うんですよ。声の感じからすると、年齢は多分若いんですが、過去の過酷さを象徴するように、髪の毛の色をシルバーヘアにします。ブラックジャックもそうですからね。あとはヒントとして、これとか、この瞬間、お前は永遠を手にするっていうセリフがありますよね。このことから、ガイアさんは氷属性なんだと思いますね。そこも踏まえて、全体的に青いカラーリングだと思います。あとはね、これも大事なポイントなんですが、氷キャラはモフモフっぽいパーツとか、あとはね、マフラーしがちです。なので、ガイアさんもきっとマフラー、たなびかせている感じがあるんじゃないかと思います。さあ、仕上げに背景のエフェクトを追加していきましょう。大地よ、ガイアよ、俺に力を与えてくれ。シュバババババ。氷魔法を思わせるような氷の柱を追加していったら、はい。斉藤直樹予想、原神のガイア・アルベリヒさんはこんな感じです。いやー、根拠は積み重ねたつもりなんですけど、こればっかりは声だけなのでね、どういう結果になるのかめちゃめちゃドキドキしますね。それでは最後、見ていきましょう。正解のガイア・アルベリヒさんはこちらです。いや、なんか、反応に困る。なんかちょっと、方向性違ったかな。髪色も結構しっかりと黒々してるしな。でも、ちょっと、片目隠してるよ。ほら。眼帯で。やっぱね、過去になんかありますよ、ガイアさんは。あとね、屈強さを表すために胸筋を見せてるんですけど、僕。ここもね、ピンポイントなんですけど、当たってましたね。はい。そこだけですけどね。いや、でも、そこだけ当たってたってことにしてください。いやー、しかし、本物のガイアさん、めちゃめちゃかっこいいですね。髪の毛のね、シャープなシルエットと、あとは挑発的な表情とか、もうね、すごく魅力的。いやー、ほんと、毎回すごくデザインの勉強になります。ということで、今回は大人気オンライン RPG、原神のミリシラチャレンジをやってきました。楽しんでいただけましたでしょうか？また、このチャンネルでは短期間でイラストが上達する方法、3ヶ月上達法、3日間上達法、1日上達法など、お絵描きのお役立ち情報を発信しております。絵が上手くなりたい！だけど、その効率的な方法がわからない。そんな方は、ぜひこの動画ご覧ください。またね、動画で見返すのが苦手という方に向けて、全国の書店や Amazon にて、書籍の販売もしております。概要欄に URL を載せておきましたので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。